皆さんこんにちは。背景イラストレーターのアリです。今日も楽しんで描く背景イラストやっていきたいと思います。このチャンネルは iPad を使って背景の描き方や風景の描き方だったり iPad のアプリの紹介をしているチャンネルになりますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回なんですが、今回はですね、自作ブラシで簡単な木の作画をやっていきたいと思います。前回の動画でですね、クリップスタジオでブラシの作り方をですね、紹介した動画を上げたんですが、その中で使った、作ったブラシですね。と、新しくですね、ブラシを何個か作りまして、そのブラシを使って、今回自作したブラシで簡単にですね、時短的な感じで、パパパッと描けるね、方法を紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見て、簡単な木の作画やってみてください。それでは早速やっていきましょう。はい、それではですね、今回は自作ブラシを使って簡単な木の描き方になるんですが、最終的にこのような木をね、描いていこうかなと思います。かなりリアリティがあるね、細かいイラストってわけではないんですが、もうシルエットとして木としてね、形になるイラストを目指して描いていきたいと思います。円形の木とかだったらね、これで全然十分だと思います。で、こういう木を描くときにですね、自作したブラシっていうのが非常に重要になってきます。そういうブラシがあるとですね、かなり時短ができるというのを前回の動画でもね、言っているので、ぜひご覧ください。そしてこの木を描く3工程、3つのね、大体の工程でやっていきます。で、その工程がまずシルエット、木の形をね、最初に決めてあげましょうというところです。そして光の配置。これ光の配置っていうのはですね、葉っぱの色数、色数ですね、を増やしてあげましょうというところなんですが、例えばこことここ、2色色がね、あります。さらにここにもう1色あります。という形でですね、光が当たるところによって色が変わってきますので、どっちからね、光が当たってるのかとか、どういう風に光を当てたいのかっていうのをしっかり考えてあげましょうっていうのが2つ目になります。で最後3つ目に形を整えてあげましょうというところです。これは葉のエッジだったり枝を描いてあげることによってですね、こういう枝とかね、こういう幹もですね、より木の形をですね、しっかり表現してあげることができるのかなと思いますので、この3つの工程で紹介していきたいと思います。で今回使うブラシはですね、このブラシは前回の動画で作っているんですが、これ以外にもですね、こういうブラシを使っております。で、ブラシはですね、配れたら無料で、配りたいなと思っておりますので、またですね、概要欄の方、見ていただければと思います。さあ、それでは早速ですね、もうパッと書いていきたいと思います。かなり簡単にね、書けるんじゃないかなと思いますので、一緒にね、書いていきましょう。まず、レイヤーをね、新しく作りました。で、そこにですね、新しく作っている、今回僕のオリジナル葉っぱ2ってやつがね、あるんですが、このブラシを使って書いていきます。で、このブラシ、こういう形のね、ブラシになります。わかりますかね？この端っこの方がなんとなく木のね、形になっているのがわかるでしょうか？これを使ってあげることで、こういう葉っぱのエッジをですね、なんとなく出してあげることができるブラシになっています。で、不透明度はですね、80% ぐらいでもいいかなと思います。で、木の形を最初に描いてあげるんですが、今回はですね、簡単に描く方法なので、当たりは取りませんが、しっかりした形を取りたいとかね、もうかなりがっつりと木を描きたいって方は、いろんな木の写真とかを見ながらラフをね、作ることをお勧めします。今回ちょっとね、このなんとなくの形で描いていきます。で、木の形なんですが、葉っぱからじゃない、枝からですね。簡単に言うとですね、こう、枝がありまして、幹がね。そこからこう枝がこう生えてるんですけど、ここからこうさらに枝が分かれていって、こういう感じでね。で、この枝の先にですね、こういう葉っぱがくっつくことによって葉っぱが生まれます。で、これの集合体なんですね。なので、それを意識してあげると、なんとなくでいいんでね、いいかなと思います。なので、それを意識してあげて、葉っぱがね、どこについているかというのを、なんとなくでいいので考えていってあげましょう。なので、この辺、間をね、開けてあげることも大事になってきます。木をね、見上げて、葉っぱを見てみるとですね、こういう空が見える部分っていうのがありますので、葉っぱをぐわーって塗りつぶすというよりは、少しね、隙間を空けてあげる方がそれっぽくなるんじゃないかなと思います。でもちろん各木の種類によってもね、変わってくるので、一概にね、そうとは言えないんですが、ある程度こうやって開けてあげると、何の木っていうわけじゃないんですが、なんとなくよくある木みたいなね、形の木は描けるんじゃないかなと思います。で、こんな感じでシルエットね、パッと描いてしまいました。で今描き方なんですが、ぐわーっと塗っていく。一筆書きでね、ぐわーっと塗っていく形でもいいですし、
僕みたいにこう、ポンポンポンって置いていくような感じ。こういう感じでもね、どっちでも大丈夫です。ですが、不透明度を少し落としているので、連続して塗るよりですね、ポンポンって置いていってあげる方が自然に、こういう濃度の違いが出るので、より面白い形になるかなと思いますので、ポンポンポンって置いていく方を、個人的には推奨しております。こんな感じでですね、なんとなくのシルエットを描けましたよと。で、これを見て、自分の中で、こういう形の木を描きたいんだなっていうので、整理していきます。で、この後、レイヤーをですね、増やしてあげます。これレイヤー増やさなくてもいいんですけど、念のためにね、増やしてあげましょう。で、今度は明るい色、これより明るい色でですね、この色を使っていきましょう。こういう色。もうちょっと明るくしようかな。これぐらいの色にしようかな。でですね、今度は光の配置を決めてあげます。どっちからね、光を当てようかな。どの辺を明るくしようかなっていうところですね。今回は左上から光を当てていこうかなと思いますので、左上の方にこう配置していってあげます。これもね、ざっくり左上、もう完全に左上だけに寄せるっていうのと変になっちゃうので、左上にあったり、ちょっと中にもね、入ってきたりというような感じで、こうやって入れていってあげます。これで2色目ですね。で、これだとあまりにも均一でね、面白みがないので、もう少しね、色数、こういうところ、濃度がね、濃淡が違うと思うんですが、この違う濃淡のところを吸い取って、もう一回ここに置いてあげたり、またはね、この暗い色をまた持っていって、ここに乗っけてあげたり、という形で重ねていったりですね、して描いていってあげましょう。少しブラシのサイズとかも落としながらですね、こうやって描いていってあげます。これの繰り返しですね。描いて、埋めて、描いて、埋めてという形で僕はよく描いていますので、この方法でね、どういう形で葉っぱがくっついてるのかっていうのをしっかり意識しながらね、こうやって描いていってあげましょう。今2色なんですが、別にね、2色じゃなくても全然いいので、違う色をね、入れてあげてもいいですし、青っぽい色を入れてあげても全然かっこいい感じになるとは思います。描いてるのを見てですね、わかるかと思うんですが、もう同じブラシでね、ひたすら描いてるだけですよね。なので、この最初に言った自作ブラシで簡単な木の作画、これですね、自作ブラシでですね、ある程度の形、葉っぱの形が取れたブラシを作ってあげるとですね、もう一つのブラシである程度描くことができます。特にさっきも言ったように、円形の木とかですね。もちろん近場の木とかもうすっごいね、リアルに描きたい木とかは、こういう一本じゃね、やりづらいかもしれないんですが、円形の木とかはですね、もうこれで全然十分かなと思いますので、こういう感じでですね、取っていってあげます。そしたら、だんだん形が見えてきたのではないでしょうか。ちょっとね、もこもこした、こういう葉っぱのね、塊がこんな感じでね、見えてきたんじゃないかなと思います。最終的にはこういう葉っぱの塊をね、意識してあげると、形が取りやすいかなと思いますので、ここも合わせて意識してあげるといいかなと思います。なので、こんな感じでですね、葉っぱ描いていってあげてください。で、これで2色目が、ある程度終わりでいいかな。もうちょっとね、濃淡つけたい場合とかは、もう少し薄い色をね、こうやって入れてあげたりとかして、どんどん濃淡をね、作っていってあげてください。で、最後にですね、形を整えてあげましょう。葉のエッジだったり、枝を描くんですが、ここはですね、筆先三角っていうブラシを作っているんですが、それを使ってですね、どういうブラシかっていうと、こういう筆先みたいなね、こういう三角形がにょっと伸びたようなやつのブラシになります。なので、これを使ってあげることでですね、いろんな使い方ができるんですが、細く描くとこんな感じで、枝っぽいのをね、描くこともできますし、今枝ね、少し濃いめに描いてますが、この辺は後からグラデーションとかね、描けたりとかしてあげても構わないかなと思います。どんな感じに枝ついてるかなっていうのはなんとなく意識してあげてですね、描いてあげてください。
で、こんな感じでですね、枝を引っ張っていってあげて、あとはブラシサイズを変えながらですね、こんな感じで、ちょっと直線の木にはなりましたが、こんな感じで木をね、引っ張っていってあげましょう。で、この枝もですね、先ほど言ったように少し色を変えてあげたりとかですね、こういう感じの色をね、入れてあげたりすると、それだけで全然違った感じになりますので、この三角形のね、ブラシで全部描いても全然大丈夫だと思います。なので、暗いところとかに少しこうね、明るい色をさしてあげたりするだけで、全然ね、雰囲気が変わってくるんじゃないかなと思います。で、木の枝はですね、基本的に葉っぱに隠れているので、影になっていることが多いんですが、この葉っぱの隙間からのですね、光がこう漏れてですね、こんな感じで少しハイライトが入ってたりする場合もあります。なので、こういう感じでハイライトを少し足してあげたりとかね、してあげることで、よりそれっぽいのをね、作ることもできます。ちょっとね、この辺雑ですが、こんな感じでね、大体の形、これで取れたんじゃないかなと思います。で今、レイヤーをね、2個目で一気にしてますが、これはね、枝のレイヤーをちゃんと作って書いてあげた方が後々やりやすいです。ちょっとね、忘れてました。なので、取れる方はね、取ってみてください。レイヤーですね。で、ここまで書いたら最後にですね、ハイライトを追加してあげて、少し、この見える葉っぱですね。見える葉っぱっていうのを少しだけこう、端っこにこう追加してあげるとですね、よりわかりやすくなるかなと思います。そこに葉っぱがあるんだっていうね。アイコン的な感じだと思ってください。この端っこ、光が当たってくる方向ですね。に、少しこんな感じでですね、ちょんちょんちょんと入れてあげると、わかりますかね？ここに入ってるんですね。ちょっとレイヤー増やしてこのレイヤーに書いていきましょうかね。例えばこういうところにこう、で入れるときはですね、ちょんちょんちょんっていう形で少し先を尖らすようにして入れてあげると、葉っぱっぽいイメージをね、出しやすいので、何個かこう群生しているところのような意識でこうやって書いていってあげましょう。葉っぱですね。で、何個か追加しました、今ね、葉っぱ。で、これ消したらこんな感じになります。あるなしでね、だいぶ変わるかと思います。ない方がね、いいよって人はなくても、ね、全然大丈夫ですので、これ入れてあげるとですね、エッジが出てくるので面白いかなと思います。例えばこれオーバーレイとかにしてあげるとね、より色が馴染みますので、より良いかなと思いますので、この辺で調整してみてください。ちょんちょんちょんってね、これは入れるだけです。ちょんちょんちょん。で、最後にですね、もう一個だけ、一番最初に描いたこの影のシルエットのレイヤーですね。ここの色を、今完全にこの色で描いてるんですが、この色だけじゃなくて少し色を入れてあげたりすると雰囲気が変わってきますので、それも覚えておくといいかなと思います。例えば結構暗めの色を、入れてあげると、結構暗く沈んでいくような感じになりますし、ここ例えばね、青っぽい影を入れてあげたりすると、空気感がね、少し出てきます。なので、この影の色っていうのは結構重要になってきますので、この辺の色どうしていこうかなっていうのは、ちょっと自分のイメージとね、相談しながら影色を追加して、変更かなしてみてください。影もね、一色で塗らないといけないっていう縛りは全然ないので、いろんな色を足したりとかですね、して試してみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか？こんな感じでですね、すごい簡単な工程で描けたのがね、分かったんじゃないかなと思います。やはりこう、葉っぱの専用のブラシっていうのがあるとですね、少し描くのがね、楽になるかなっていうのと、楽しくなるかなと思いますので、ぜひぜひですね、自作でブラシを作ってもいいですし、今回僕の使ったブラシを使ってですね、いろいろ描いて楽しんでもらえればと思います。最後にちょっとポイントだけ
紹介したいと思うんですが、ステップアップとして、いろいろな木を見て、形や色を真似してみてください。これはですね、現実の木ももちろんそうですし、ジブリとかですね、そういった自然物のイラストが綺麗だなと思うような作品を見てですね、それの色を真似してみてください。かなりね、勉強になるかと思います。今今回僕が描いたのはもう緑とね、もう普通に2色しか、ほぼ2色しか使ってないんですが、もう本物の木って本当にね、2色じゃ終わんないんですね。実はいろんなちょっと茶色くなってたりとか、枯れていったりとかね、そういう季節でも変わりますし、結構色がね、いろんなのが入ってます。なので、なんとなく緑だけで終わらせるわけではなく、いろんな色を真似してですね、描いてみてください。形も重要になってきますので、かっこいいなって思える木に出会ったら、それをですね、真似して描いてみてください。で、リアルにするにはですね、今回すごい簡単な、シルエット的な描き方の紹介になったんですが、リアルにするにはですね、もうちょっと細かな部分を描かないといけないので、さらにいろんな、葉っぱの形がリアルなブラシを用意したりとかですね、でそこにさらに書き込んでいったりとかしないといけないので、細かい部分をより細かく描いてあげるとですね、どんどんリアルになってきますので、もっとリアルにしたいと思えば細かく描くようなイメージでですね、チャレンジしてみてください。で、あとは色数を増やしてリッチにするっていうのもおすすめになります。先ほど言ったこの写真を見たらいろんな色が入ってますよっていう話をしたり、ここの影の色にね、青とか入れても面白いよって言ったようにですね、色はね、本当に決まってないので、決まってはいるんですが、完全に2色とかでね、決まってるわけじゃなくて、自然物は綺麗なグラデーションがかかってたりですね、しますので、本当にいろんな、たくさんの色をですね、試してチャレンジしてみてください。意外とこの色とこの色の組み合わせ、木にはいいなとかね、オリジナルの組み合わせが見つかるかもしれませんので、ぜひいろんなカラーをね、試して自分なりの木のイラストを描いていただければと思います。今回の動画が良かったり参考になったよという方はぜひチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。また通知のベルを押していただけると嬉しいです。ウェブサイトやっておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。SNS もやっておりますので、フォローしていただけると嬉しいです。僕のイラスト販売等もしておりますので、ぜひ概要欄からご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。背景イラストレーターのアリでした。さようなら。